どうもこんにちは。ソウルデザイナーやすよです。引き続き、2020年もう一度引き寄せの法則を使ってみようシリーズボリューム2です。ハッピーブタさん、なみちゃん、こんばんは。さあ、ボリューム1でお話ししたところをもうちょっと、深めていこうかなと思っております。ボリューム1で伝えたことは、2020年もう一度引き寄せの法則を使ってみようっていう話の中で、そもそも引き寄せの法則ってなんだっていうことを伝えていったので、もしまだ、ボリューム1を聞いてない人は、ボリューム1からもう一度おさらいしてください。でボリューム1でも伝えたんですけど、引き寄せの法則というのは、量子力学的なエネルギーの話であり、こんばんは、般若心経の、教えでもあり、全部つながっていますっていうことをお伝えしました。皆さんありがとうございます。そうなので、数式で言うと、引き寄せの法則イコール量子力学イコール般若心経みたいな、なんかどれも一見関係なさそうなんですけど、言ってることは全部同じで、要するにエネルギーですよね。目に見えるものを目に見えないものを目に見えるものにしていくっていうエネルギーの使い方の、状態のお話っていうことをボリューム1ではお伝えしました。ここまででみんな引っかかるところはあるのかな。結構わかりやすく伝えてるつもりなんですけど、もしなんか、ここがちょっと引っかかるなとかいうのがあれば言っていただければ、それに応じてよりわかりやすいように説明できたらいいなと思いますので、ぜひ疑問など質問などございましたら、お気軽に言ってください。で、ボリューム1の一番大切なポイントは、自分が本当に思ってることがやはり、物質化していくっていう話をしました。なので本当に思ってることが物質化してしまうのだから、本当に思ってることが実はあんまりいい風に考えられなかったりとか、自分のことをあまりプラスに考えられなかったりとか、出来事とか物事をあまり信頼できないとか、そういう状態でこの引き寄せの法則を使うことっていうのは、どっちにしろ使ってるんだけど、その状態のままではうまくエネルギーを使いこなせないので、そうするとその根底に流れてる、そもそも自分が何を考え何を思い、どういう思考で生きているのかっていうところまでやっぱりたどり着く必要があるってことですよね。でよくある相談で、自分自身のことを悪く考えてしまう、自分自身のことを、低く捉えてしまう、自分自身のことをあまりプラスに考えることが難しい、自分のことを肯定できない、もしくは自分以外でもいいです。社会とか、この生きてる世界とか、自分に関わってる人々とか、世の中そのものに対して、あまりいい風に考えることができない、あまり肯定的に物事が見れない、どちらかというと不平や不満や、
文句や怒りやなんかそういうものの方が、強い場合、こちら側の方がその引き寄せの法則に採用されてしまうので、やっぱりここをどうにかしなきゃいけないよねっていうことになってきますよね。で、ここをどうにかするには、さてどうしたらいいんでしょうかっていうことになりますよね。そうすると引き寄せの法則をうまく使ってみましょうっていう話より、もうちょっとその手前の話になってくるので、今日はそこら辺をちょっと喋ろうかなと思います。そしてこれが多分皆さんが一番頭を悩ませる難しい、テーマになってくるのかなと思ってるんですけど、そうだな、まあ簡単に、本当は簡単に考えれば、自分のことやこの世界のことやその自分の人生そのものに対して、とても喜びを持ちながら、ワクワクしながら、安心安全を感じながら、生きることそのものが楽しいみたいな、そんな風な状態になっちゃえばいいじゃんみたいなところで、簡単に言えばなんかそう考えればいいだけじゃないですかみたいな風に、そこでそれを考えることがなんでできないのっていう風に言いたくもなっちゃうんだけど、でもそう考えられる自分になるためにさ、どこから手をつけていいんでしょうかっていう風になると思います。で、自分のこともしくはこの、地球とかこの自分がいるこの今ここの現実そのものに対してどうすれば、理想的に楽観的に前向きに肯定的に、プラスにこの今ここを見ることができるのかっていう風になった時に、どうすればいいんだろうねどうすればいいんでしょうねそのやり方をじゃあいくつかお伝えしたいなと思います。そして、一番最初にやらなきゃいけないことは自分があまり見たくないことっていうのは、自分の内側の見たくない感情とか見たくない考え方とか見たくない、自分の側面の場所をまずとにかく見るしかないっていうところから始まっていて、多くの人がここが、なかなか難関なんだよねっていうところだと思うんですけど、でもそうは言ってもやっぱりここを見れば、実はですね、見れば案外簡単に終わるんですよ。本当はその自分が一番見たくないものとか、一番触れたくない感情とか、一番もう触りたくもない自分のあまり好きじゃないところとかいうところをしっかり見て触れて触って確かめていけばいくほど、これらは実は簡単に終わるんですけど、簡単に終わる方法としては、おすすめなのはそうだな。じゃあ今日はおすすめのやり方1としては、よく願い事ノートって書くじゃないですか。願い事ノート、それは自分の望んでることを書いたり、毎月新月の願いを書いていくとか、自分がなりたい方の世界を書いていくノートっていうのがあると思うんですけど、
このもし自分の根底に流れてるエネルギーが見たくない方、あまり望んでない方、なんかマイナス的に悲観的に否定的に考えてしまうものがあれば、それ用のノートをご用意することがおすすめです。はい。それをみどりちゃんはデスノートと書いてくれましたけど、別にデスノートでもなくてもいいと思うんだけど、なんだろうな、ブラックブラックノートとか、なんか闇ノートでもいいし、何でもいいけど、自分が、見たくない側の方のノートを専用に用意してもらうといいと思います。あいまちゃんこんばんは。で、そちら側の方に、自分が本当はそう思いたくないけどそう思ってることとか、本当はそう考えたくないけどそう考えてしまうこととか、本当は嫌なんだけどそのことばっかり考えちゃうようなこととか、そういうものをそっち側のノートに、書いていくっていうことを、まずやっていくといいかなと思います。で、このノートをじゃあどう書いたからどうなるのっていうふうによくみんな言うかもしれないんですけど、書くっていうのはね、すごい力があって、書きながら、自分自身を浄化していく力がありますね。やっぱり言葉っていうのはすごい力を持ってるので、自分がその考えちゃいけないこと、考えたくもないことを、思っちゃいけないこと、なりたくないことを書くと、そっちにそっちにエネルギーが奪われそうな気がするでしょ。一見そのように見えるんですけど、本当は、それをなかったことにしようとしたり、触れないようにしたり、見ないようにしたりすればするほど、そっちの方がパワーを増すっていうことを、理解してもらえるといいなと思います。そうね。だから思考は現実化するっていう事柄自体がやっぱり怖い人もたくさんいると思うんですよ。だって自分の思考が、なりたくないことだったりマイナスなことだったり否定的なことばっかり考えちゃう人って、その自分の思考そのものが現実化してしまうってことに対するすごく過剰な恐れがあるので、だから何も考えないようにしなければみたいな、なんかなかったことにしなければならないっていう風に、やりやすいんですけど、でもそうすればするほど、そっちのパワーのエネルギーがぐんぐん増してくるので、やっぱりそっちが現実化していくっていうことになっていきます。なので書いていくと、実はそのエネルギーがすごく軽くなるので、ぜひ自分の中からそれをまず取り出してみるっていうことをやっていきましょう。でこれはそうなんですよ。なりたくない側の方のノートもそうだし、なりたい側のノートもそうなんですけど、どちらにしろ自分の思いを書いて出すことによってエネルギーを軽くすると、すごくそこからまた次のステージが待ってるので、まずそれをやっていきましょうっていう話で今日は終わりたいと思います。さあ今日はですね、2020年もう一度引き寄せの法則を使ってみましょうシリーズボリューム2でした。ボリューム2で、次またボリューム3でその書いてったノートをじゃあどうするかっていうことをお伝えしていきたいと思います。
今日もありがとうございました。ではまたボリューム3を楽しみにしていてください。またねー。